ちょっと今急遽動画を回しているんですけど、今ですね、対王立海軍博物館行ってたんですけど、で向かいにちょうどその海軍学校がありまして、そこにですね、皆さんご存知の方もいると思うんですが、大日本帝国が、建造したですね、海防戦艦トンブリーの艦橋と砲塔が保管されているんですよ。でこの前行った時ダメ元だったんですけど、ダメでやっぱりで今回来て、ちょっと今回もダメ元で来たんですけど、パスポートを預けたら入ることができたんで、ちょっとトンブリーの、今観光でとかで結構話題になってると思うんですけど、そのトンブリーの艦橋と砲塔ですね、そちらを、見ていきたいと思います。まさか入れると思わなかったんで、ちょっと事前学習というか予備知識が全くない状態なんで、ちょっと後から解説とかは入れていこうと思います。あれですね、あれだ。うおー、すごいな。いやー、まさか見れると思わなかったな。ちなみに昨日がですね、そのタイの子どもの日で、ここの海軍学校は、開放してたんで、結構日本人でね見に来られた方もいるみたいなんですけど、昨日は昨日で僕はちょっとドンムアン空軍基地のですね、野手を見に行きたかったので、そっちの方に行ってたんで、昨日はこっちに来ることができなかったんですけど、いやまさか入れると思わなかったな。今日日曜日なんでね、やっぱり学校もやってないのか人もいないですね。いやこれだったら結構ゆっくり見れますね。うおー、すごい。あれだ、連想法ですね。いやメークロンも見たことありますけど、実は今回のタイの旅でも見に行くんですけど、メークロンに比べるとやっぱり環境と、あとこの連想法ですよね、立派ですね。じゃあちょっと後から解説を入れることになるとは思うんですけど、細部って言ってもそんな中には入れるわけじゃないんで、ちょっと外からでもねじっくり見ていきたいと思います。さて、これからトンブリーの砲塔内部も含め近くで見ていきたいと思うんですが、その前にまずはタイが大日本帝国に艦艇を発注した経緯、そしてトンブリーの建造から現在に至るまでをざっくりと解説したいと思います。解説ではトンブリーの艦首を一般的に知られている海防戦艦ではなく、当時の日本側資料に記されている砲艦とし、また国名はタイ王国になる以前はシャム国でしたが、便宜上タイで統一させていただきます。19世紀後半、列強国が植民地獲得や勢力圏の拡大を図っていた帝国主義時代、タイ周辺諸国の情勢は現在のマレーシア、ミャンマーがイギリスの、そしてベトナム、カンボジア、ラオスがフランスの支配下にあり、その間に挟まれているタイは主権を脅かされている状況にありました。イギリス・フランス双方はタイへの進出姿勢を見せていましたが、1896年、直接的な衝突を避けたかった両国は、タイを緩衝地帯とする英仏宣言を締結しました。しかし、タイは強大な軍事力を背景に、イギリス、フランス双方から不平等条約の締結や領土の割譲をたびたび要求され、タイはそれをのみ、いわば領土を切り売りすることによって独立を保っていました。イギリスはタイにとって主要貿易相手国の一つであり、経済的結びつきが強かったものの、タイは不信感を募らせ、日本などとの多角的外交へ向かいます。一方フランスとは以前から激しい領土争いがあり、多くの領土を武力をもって強引に奪われた上に、自尊心も踏みにじられ、屈服を強いられたことから、特にフランスに対しては強い憎しみを抱いていました。このように、タイは常にイギリスとフランスの脅威にさらされている状況にあり、不平等条約の改正、
失地回復、またこれ以上の領土の割譲を防ぎ独立を維持するためには列強国に対抗、あるいは対等に渡り合うだけの近代化した軍備が必要でした。1934年、6年以内に海軍力を増強する6カ年計画ともいえる海軍力強化法が承認され、1935年から艦艇の調達に乗り出しました。アジア諸国が欧米列強国に虐げられる中、日本海海戦でロシアのバリチク艦隊を壊滅させ、海軍力の強さを世界に知らしめ、造船能力を欧米列強国に劣らないまでに進歩させたアジア最強の海軍力を誇る大日本帝国。タイ海軍の艦艇建造の受注獲得に関わった横山一郎海軍少将によると、タイ海軍関係者を大日本帝国海軍の訓練や演習、造船所や海軍交渉をはじめとする各兵器関連工場に招くなどし、官民一体となって利潤を排し、いわば国策として積極的に交渉に当たったとしています。また、兵装に関しては大日本帝国海軍が無償供与するとし、その献身的な姿勢からタイは艦艇の大半を大日本帝国へ発注することに決定しました。昨年にはオーストラリア海軍向けの最上型護衛艦の能力向上型の建造が決定しましたが、まさにこの時のことを彷彿とさせる出来事でした。昭和11年1月18日、タイ海軍向けの砲艦2隻を川崎造船所で建造することが正式に決まりました。川崎造船所は戦艦春名をはじめ、巡洋艦や航空母艦、駆逐艦、潜水艦など多種多様な艦艇を建造していました。タイエとしては古くから艦船を建造しており、明治38年にタイ王室向けのヨットを建造したところから始まり、明治40年には神風型駆逐艦の8番艦朝風と同型の駆逐艦1隻と2等水雷艇と同型の水雷艇3隻を受注し、それらの評価が高かったことから、さらに明治45年に駆逐艦1隻、大正2年には水雷艇1隻を建造した経歴があり、タイと関係が深い造船所でした。昭和12年1月12日、タイ海軍向けの砲艦1隻目の建造が開始され、イギリスで建造されたタイ海軍のラッタナー高深ドラ級砲艦を基礎に一層強化した艦として設計され、計画では全長75メートル、全幅 13.41 メートル、基準排水量2115トン、兵装は50口径20サンチ2連装砲塔2機、50口径 7.5 サンチ広角砲4機、20ミリ2連装機銃2機とされました。兵装に関しては主砲の50口径20サンチ2連装砲塔以外の50口径 7.5 サンチ広角砲4機、20ミリ2連装機銃2機はタイ本国開港後に装備されたといいます。50口径 7.5 サンチ広角砲はボフォース社製の75ミリ砲が、20ミリ2連装機銃はマドセン社製の60口径20ミリ連装機銃が搭載されました。また20ミリ連装機銃については1941年に美式40ミリ2連装機銃、いわゆるポンポン砲に換装されたそうです。昭和13年6月15日、1隻目がタイへ引き渡され、2隻目は同年8月5日にタイへ引き渡されました。艦名は両艦ともにかつての王朝名から取られ、1番艦はシーアユタヤ、2番艦はトンブリーと命名されました。当時のタイ海軍最大の戦闘艦であったトンブリー級砲艦ですが、1番艦シーアユタヤは特に目立った活躍はなく、1951年にタイ海軍がクーデターを起こし、ピブン首相をシーアユタヤに連行、監禁し、クーデターを鎮圧しようと陸軍と空軍は同艦に対し砲爆撃を実施し、これによって沈没、後に解体されました。艦内に監禁されたピブン首相は隙を見てチャオプラヤー川に飛び込み命を長らえ、海軍が起こしたクーデターは失敗し、これによって海軍は規模を縮小され地位も低下してしまいます。そして2番艦のトンブリーですが、シーアユタヤーとは異なり大規模な戦闘に参加することになります。タイはフランスに割譲された
仏印の一部の失地回復を長らく望んでおり、領土の返還を求めましたが、フランスは拒否。1940年6月にフランスがドイツに敗れ、弱体化したと見たタイは失地回復の好機と捉え、タイは武力をもって奪取することを決断し、1940年11月、タイ空軍が仏印領内を空爆し、タイ・フランス領インドシナ紛争が勃発しました。陸上ではタイが有利に戦いを進めており、フランス陸軍は海軍に支援を要請。それを受けてフランス海軍は軽巡洋艦ラモット・ピケ1隻、通報艦4隻からなる臨時の第7戦隊を編成し、タイの沿岸都市への砲撃を任務とし、現在のベトナムからタイランド湾へ向け出撃しました。1941年1月17日、チャン島周辺海域を警戒するトンブリーと、セイライ艇3隻などからなるタイ海軍第3戦隊と、フランス海軍第7戦隊が交戦、チャン島沖海戦が勃発します。タイ海軍はフランス海軍の高い連度に圧倒され、フランス海軍の損害がラモット・ピケ1隻が勝破と軽微であったのに対し、タイ海軍は水雷艇2隻が沈没、トンブリーと水雷艇1隻が大破という結果に終わりました。この海戦に敗れたタイ海軍ですが、フランス海軍の本来の目的の遂行を許さず、撤退までに追い込むことができ、また最終的に日本の仲介により、タイへの領土割譲などを含む東京条約を締結することができ、フランスがタイの要求ほぼ全てを受け入れる形になったことから、タイは勝利と同等とし、歓喜しました。海戦でラモット・ピケからの砲撃を受け、大破・格座したトンブリーですが、開戦のおよそ8ヶ月後の9月に川崎重工と日本サルベージの協力により引き上げられました。しかし損傷が激しく、戦闘艦への復旧は困難なことから、1959年6月19日の除籍まで係留した状態で湾岸哨戒艦隊の司令部や練習艦などとして使用されたそうです。そして1967年に解体されましたが、当時のタイ海軍の戦闘艦の中で最も大型で、ヨーロッパの海軍に立ち向かったトンブリーは、日本の戦艦ミカサのように国の窮地を救った軍艦として称えられ、現在あるように艦橋と主砲塔が海軍兵学校に保存されています。トンブリー級の主砲は大日本帝国海軍の重巡洋艦と同様の50口径3年式20サンチ砲が搭載されましたが、大日本帝国海軍では口径を当初200ミリとしていたところを、欧米各国がワシントン軍縮条約の制限いっぱいの 203.2 ミリの砲を搭載しだしたことから、高尾型から口径を 203.2 ミリに改めた50口径3年式2号20サンチ砲を採用しました。また200ミリの砲身を搭載していた妙高型については内径を削って拡大しました。トンブリー級にはどちらが搭載されたかは不明ですが、一部資料は口径が200ミリのものが搭載されたとしています。また50口径3年式20サンチ砲の砲塔には A 型から E 型、そして最上型とあり、 A 型 E 型に関してはさらに分かれた型式がありますが、トンブリー級の砲塔は妙高型に搭載された D 型と形状が酷似していることから、これに準じたものになっているとみられます。砲塔前面両端には照準主窓、中央に旋回主窓、砲塔上部中央には砲台帳展望塔が設けられ、欠落しているものの照準演習機起動機も設置されていました。また砲塔用測距儀は14式を改造した単装6メートル測距儀、製造した日本工学では R 測距2型というものが搭載されていたそうです。D 型砲塔の大きな特徴として、防熱板が砲塔周囲に追加されたことが挙げられます。防熱板はこのように砲塔との間に隙間を確保することで空気が通る構造になっており、直射日光による砲塔内部の温度上昇を抑える役割がありました。また D 型砲塔の上部に取り付けられた防熱板には3つの形状が存在したようで、妙高型の各艦はその3つの形状の中から様々な組み合わせで各砲塔に装着され、トンブリー級の砲塔は防熱板の形状や
測距儀が搭載されていたことを含めると、妙高型の中でも特に足柄の一番砲塔と似た形状をしています。そしてトンブリー級の砲塔といえば、多段式空母であった赤城と加賀の改装時に外した砲塔がトンブリー級に流用されたという説が半ば都市伝説として存在します。とある書籍では、空母赤城、加賀に搭載されていた B 型砲塔を改修した F 型砲塔であるとしています。その書籍が参考文献として挙げている資料を見ましたが、F 型という2文字は確認できたものの、僕の見落としも否めないですが、空母赤城、加賀に搭載されていた B 型砲塔を改修した F 型砲塔が搭載されたという直接的な記述を見つけることはできず、おそらくトンブリー級の砲塔が佐世保海軍工廠で製造された事実と、同時期に赤城、加賀の改装が佐世保海軍工廠で行われたことや、資料に記載された佐世保海軍工廠が製造した砲口の内容などから推測されたのではないかと思います。真偽は不明ですが、可能性としては十分に考えられ、ロマンがある説としてこれからも語り継がれることだと思います。どうやら砲塔の中は入れるようですね。でもちょっと暗いな。ライトつければ、でもカメラだとそんなことないか。すごいな。ここが砲塔の中ですね。なんか日本製だってわかるなんか銘板とか表記があればいいんですけど、一応ここに銘板だよな、多分プレートがあったと思うんですけど、ペンキで塗りつぶされちゃってわからないですね。この砲の手前にあるのが、これも当時のものなんですかね。おそらく砲弾を置いておく台ですかね。向こうが、砲塔の上の入り口ですね。で、あそこから入ってきて、内部はこのようになっています。ここは砲の天井部に当たる部分ですね。ここから弾着観測とかなんかしてたんですかね。もっとじっくり見たいですけど、ちょっと時間がないんでいつまでもここにいられないので、ちょっと環境とかを見ていきたいと思います。そして砲塔後方には立派な環境がそびえ立ちます。環境は1段目が司令塔、2段目は羅針環境、またその天蓋は見張り所となっており、頂部には94式4メートル半測距儀が搭載されました。覆いからは測距儀の窓が確認できることから、おそらく中には4メートル半測距儀が未だに搭載されているのではないかと思います。また環境の側面には紅白のパネルが貼られていますが、これはトンブリーが受けた有冠勲章の略樹とのことです。ここが環境の下ですね。中は入れないんですけど、ちょっとここはわからないかな。何も後ろから見た方が分かりやすいかな。ここからでも分からないか、これでも。で、環境の上部、ここにはこれは手信号台ですよね、おそらく。そして、環境後方には、三脚型のマスト、三脚章ですね。いやー、大日本帝国時代の艦艇を色濃く反映してますね。いやー、すごいな。それにしてもやっぱり美しいですね。この船体がないとはいえ、
やっぱりこの寛永の象徴である環境、そして砲塔があるだけでも十分当時の姿をイメージすることはできますね。もうそろそろ、ここを出ようと思います。結構ね時間も限られてるんで、なんだかんだ1時間ぐらいは行っちゃったと思うんですけど、で今ちょうど帰ろうかなと思ってうろうろしてたんですけど、ここには、ちょうどあれですね、トンブリの環境の後方ですね。ここにはトンブリのスクリュープロペラが展示されていますね。いや本当タイ海軍っていうか、タイ海軍っていうよりはそのタイ自体が、ちょっとね整備とかその掃除とか清掃とかされてないものの物持ちがいいですよね。本当にありがたい。いやー名残惜しいですけど、もうちょっと時間も時間なんでここを離れようと思います。いやーでも本当に貴重な体験だったな。ちょっと僕今回のタイの旅はですね、ドムワン空軍基地で行われるエアショー、それが最大の目的だったんですけど、ちょっとやっぱりさすがにトンブリを見れたのはそれを上回るちょっと感動でしたね。逆光のこの環境と砲塔の感じも、なんか寛永だけでも美しいですよね本当に。まさに寛永ってああいうことだよな。ちょっと急遽入れたことなんで、ちょっと事前知識とかね、そういうものがちょっとなくて適当なこと言ってるかもしれないんですけど、ちょっとそこはご了承ください。そう、あとこの後ですね、本当は日没のタイミングでメイクロンの方に行って夜間撮影しようかなと思ってたんですよね。なんかもうそれもどうでもよくなってきちゃったな。いやダメだこの日しかないんだよな。最後までご覧いただきありがとうございます。動画を気に入ってくれた方、また興味を持たれた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。